はじめましての方もこんばんは。アークナイツの危機契約に悩まされて眠れない男、ゆうちです。はじめに少し動画の期間が空いてしまって申し訳ございません。風邪をひいておりました。皆さんも体調には気をつけてください。このように、この動画では僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に全塗装改造を行っていくチャンネルです。それでは今日作るプラモ見ていきましょうか。今日作るのはこいつだ。ブロッカーズフィオーレコスモス&コメットです。いや、待ちましたね。去年からずっと待ってましたよ、この子。この子が出たら他のプラモをほったらかしていの一番に作ってやろうって思ってました。まあそんなに作りたいプラモなのに体を壊して寝込んでいて、買ってきてくれたのは身内なんですがね。一緒に塗料も買ってきてくれましたね。ありがてえぜ。それでは早速中身を開けてランナーを見ていきましょう。並べていって思ったのですが、ランナー数はとても多いのですが、一つ一つのランナーについているパーツ数は多くないと感じました。ですが普通の HG ガンプラと比べるととても多いです。さて、全てのランナーを出し終わったところで今度は切り出していきましょう。パーツを切り出すとこんな感じ。切り出して思うのですが、他の武装ゴテゴテの美少女プラモと比べるとパーツ数は少なめだと思います。さて、ここからある程度組み上げるとこんな感じ。そして武装類を組み上げるとこんな感じ。パーツ数は少なめって言ったんですが、こうして見るとなかなか乾燥パーツは多いですね。それではまずノーマルのコスモスを見ていきましょう。コスモスを組み上げるとこんな感じ。いや、素晴らしい。寿屋のプラモと違ってブロッカーズのプラモはスレンダーで綺麗なんですよね。そして細い足に対して少し大きめな靴、これ個人的に大好き。最高です。それでは続いてコメットの方を見ていきましょう。コメットはこんな感じ。最初はこのコメット、コスモスのただのおまけ的な存在なのではって思ってましたが、後で可動範囲のチェックでお見せするんですが、結構動くしプロポーションもいい。少しおまけなのではと思ってた心が申し訳なくなってきますね。続いてコスモスの軽装状態を見ていきましょう。軽装状態はこんな感じ。この状態では腕が少し差し替えでごつくなって肩などに装甲がつきます。少しごつくはなりますが、ちょうどいいごつさ、ちょうどいいスレンダーさ、とても美しいです。今回のコスモス3形態あるのですが、この2形態目が僕は好きです。最後にフル装備状態を見ていきましょう。フル装備状態はこんな感じ。フル装備状態もいい感じですね。ただヘルメットのところらへんで顔が隠れてるのがちょっとなって個人的には思いました。装備の感想は前に作ったローズやリリーほどではないですが、それなりに大変でした。さて、作って眺めてみた感想はこんな感じ。続いて可動域も見ていきましょう。まずは腕周り。肩はちょうど肩の高さぐらいまで上げることができます。二の腕の部分はロールになっていますので回すことができます。肘は二重関節になっていますので思いっきり曲げることができます。ちなみに装甲をつけたバージョンではヘルメット周りの装甲が邪魔をして肩周りの可動範囲が少し狭まってしまいます。続いて首周り。首周りは可動域に邪魔する髪型でもなく、邪魔をする武装もなく、ノンストレスで動かすことができます。続いて腰回り。人間と同じぐらい腰をひねることができます。ポロリとかはなく、とても動かしやすいです。続いて足。腰についている酸素ボンベメーターみたいなのが少し邪魔をしてしまいますが、それをつけないでいれば膝は二重関節になっていますので思いっきり曲げることができます。続いて股関節。股関節も邪魔するものがないので思いっきり曲げることができます。次にフル装備になった時の場合の足関節を見ていきます。フル装備の時の足の装甲は可動域の邪魔にならないような付け方になっていますので、フル装備になっても思いっきり曲げることができます。そういえば今回腰にジョイントがつけられるようになっていました。リリーやローズの時は足に引っ掛けたりしてなんとか立たせたりしてましたからね。これはありがたいです。続いてコメットを見ていきましょう。コメットの肩は肩のちょい下ぐらいまで上げることができます。上げすぎるとポロリしてしまいます。肘は1関節で90度曲げることができます。続いて手。手は根元が全てロールになっていますので指全て動かすことができます。親指ももちろん根元がロールになっています。ロールの渋みもちょうどいいので
これでいろいろ物を持たせたりすることができそうです。続いて頭は根元がロールになっているので回すことができます。メットを外せば顔に角度をつけることができます。ただし僕が下手っぴなだけなのかもしれないんですが、メットが外しづらかったです。続いて足は1関節なので膝、付け根ともに90度ぐらいしか曲がりません。続いて股関節はちょっと走行が邪魔して曲げづらいですが、このように思いっきり曲げることができます。続いてバックパックの両サイドについているこのカメラみたいなのが根元がロールになっていますので、少し角度をつけることができます。ただ結構硬い、曲げづらいです。ちなみにこのバックパック、後ろに収納スペースがあります。陸戦型ガンダムを思い出しますね。可動域のチェックはこんな感じ。動かしていて少し気づいたのは、全体的に関節が少し硬めです。棒ヤスリなので少し関節の穴を調整してあげるといいかもしれないです。さて今日もこいつを塗装していきます。このコスモス&コメットは去年から考えていたデスストランディングサム・ポーター・ブリッジズ風に塗っていこうと思います。では行こう。まずは下処理の前にパーツセット。去年コスモス発売したのか、やべ買いに行かなきゃと思って買いに行ったら、家に帰って開けてみたらパーツセット。よく見ろよってな。今回このパーツセットは全部は作りません。レールガンと小銃を作っていきます。作るとこんな感じ。びっくりするほど塗り分けされていません。塗装必須のパーツセットだったんですかね。さて気を取り直して今度こそ下処理。まずは合わせ目処理をしていきます。消したい合わせ目の部分にミスターセメントを流し込み、両サイドからギュッと力強く押し付け、むにゅっと液体を出します。それをよく乾燥させたら、筋彫り銅のマジックテープヤスリ800番で削っていきます。いい感じに削れてきたら、仕上げにマジックテープヤスリ1000番で削っていきます。次にバックパックのここの微妙に空いてる隙間、気になるのでパテで全部埋めてしまいます。乾燥させたらペンサンダーなどでガリガリ削って整えていきます。今日の下処理はこんな感じ。溜まった塵などを一度水で洗い流していきます。その後よく乾燥させたら塗装いきますよ。まずはガイアマルチプライヤーを全体的に吹きかけていきます。こいつで塗装時の腐食防止、塗装の食いつきを良くしていきます。次にサーフェーサーオキサレッドを使って全体を茶色に染め上げます。パーツセットを買いに行った時、まだ僕はこれがコスモスだと信じていたんです。なので僕はレジに持って行った時、新商品お買い上げありがとうございますって言われて、謎のテンションでレジの店員さんにこいつを待ってたんですよって声で言った後、ただのパーツセットって分かった時、すごい恥ずかしくなりました。次にピピットオレンジを使って装甲の一部をオレンジ色に染め上げていきます。この時下の茶色を少し残して塗っていくような形にして、ちょっと汚れてる感じを出します。次に風群青ウルトラマリンブルーピュアブラックを使って全体的に青黒い色に染め上げていきます。そういえば皆さんはデスストランディングもうプレイしましたか？実は言うと僕はまだクリアしてないんです。発売当初身の回りがとても忙しく、夜は遅く朝は日が出る前に家を出立するなんていう日々が続き、ゲームをやれずにそのまましまってしまいました。せっかくなのでこのプラモを作ったという達成感とともに、もう一度一からプレイしていこうと思っております。靴底や手のひら、一部装甲はピュアブラックで染め上げていきます。ブースターや後ろのバックパックは GX ラフシルバーを使って塗っていきます。このシルバーは身内が GX メタルブラックと一緒に買ってきてくれました。
買いに行く途中まではどれを買うのか大体把握していたつもりだったらしいんですが、あれこれどれだったっけってなったらしいです。それっぽい2つを買った後に、そういえば動画見れば一発だったんじゃねとかって思ったらしいです。次にクリアレッドでブーストなどを色付けしていきます。後ろのバックパックの一部をマイルドオレンジで塗っていきます。次に GX メタルブラックを使ってブーストの周りコメットの関節フレームを塗っていきます。次にヘルメットはクリアレッド、ピピッとオレンジ、クリアを混ぜたものを塗っていきます。次にサーフェイサーエボパステルピンクで肌を塗っていきます。次にフレームアームズガールカラー FG01 を塗っていきます。次に髪の毛はまずサーフェイサーエボを塗っていきます。次にミックグリーン01とピュアホワイトを混ぜたものを塗っていきます。そして髪の毛はグラデーションをしようと思いますので、塗り終わったらまずトップコートのクリアを拭きます。そしてウルトラマリンブルーを少し足して影をつけていきます。影をつけ終わったやつがこんな感じ。少しメリハリがないので、ここから100均で売っているメラミンスポンジで削っていきます。トップコートで下地は少し保護されていますが、削りすぎてしまうと下地も削れてしまうので優しく削っていきましょう。メラミンスポンジで整えてあげるとこんな感じ。ここからさらにもう一段濃い影を落としてあげれば完成。さて、ここからは筆塗りなどでの部分塗装。エナメル塗料のフラットホワイトとフラットレッドを混ぜて口元を塗っていきます。はみ出した部分はエナメル溶剤で拭き取っていきます。次にエナメル塗料クロームシルバーを使ってベルト部分の金具を塗っていきます。次にデカール、顔のデカールは付属のデカールを使っていきます。さらにうちの身内がデカールを作ってきてくれました。インクジェットで作っているデカールなので一度トップコートを拭きます。その後他のデカールと同じように水につけて使っていきます。最後にトップコート艶消しオンリーで吹きかけていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。それでは撮影の方行ってみよう。
いかがだったでしょうか。ブロッカーズフィオーレコスモスコメット。ずっと作りたいプラモだったので僕は作れてとても満足しております。ですが少しまだ心残りがあります。実は自分の体調が万全ならサムのバイクと一緒に作っていました。ですが体力的にちょっときつかったです。サムのバイクはいずれ必ず作ると思うので、コスモスはその時再登場すると思います。さて今日の動画はこんな感じ。横にいるサポートメカ、目玉親父にしか見えねえよって思ったやつ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたな。